はい、ノマドのチャンネルです。今日は下関駅にやってきました。これからフェリーに乗ってプサンに向かいますということで下関の駅前です。今回の動画では下関から出ているプサン行きのフェリー、カンプフェリーのソンヒ号に乗船します。そしてデラックスと1等の2つのタイプの部屋、計3つを紹介してますので、かなり見応えのある動画になっていると思います。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは本編をどうぞ。フェリーターミナルまでは下関の駅から歩いて10分ほどです。ほぼ一本道なので行き方はすごくわかりやすいと思います。それではフェリーターミナルの中に入ってみたいと思います。中はこんな感じです。正直想像していたよりかなり小さいなという印象ですが、どうでしょう。今回はオンラインで予約をしましたが、こちらで一度乗船手続きをする必要があります。下関からの出発は7時45分発。ただ乗船手続きの時間はそれより早い時間に設定されているので、間に合うように受付に向かいましょう。乗船手続きの際はこちらに必要な事項を記入して受付に提出します。また乗船手続きの際には約3000円ほどの税金を現金で支払う必要があります。で、乗船手続きが終わりました。ターミナルの中はこんな感じ。自販機は一応あるんですけども、お店というお店がちょっとなくてですね、何か買い物をしたい場合には下関の駅で事前に調達しておくのがいいと思います。ということで乗船手続きが開始されました。この奥に税関があるので、そこでパスポートのチェックを受けて、その後にようやく船に乗り込みます。タラップはこんな感じ。そしていよいよ船内に向かいます。当たり前といえば当たり前なのかもしれないんですけども、この船韓国籍の船なので、中に入った瞬間韓国語が飛び交っていて、もう韓国にいるような気分になれます。個室を予約している場合にはまず受付で鍵をもらいましょう。そして鍵を受け取ったら2階3階の個室エリアに向かいます。船は1階から3階までの3階建ての構造になっています。思ったよりは大きくないなという印象を受けました。さて、この螺旋階段で3階まで向かいます。このソンヒ号は2002年に就航を開始した船のようです。2階はこんな感じ。2階にもいくつか客室があるみたいです。今回僕たちが泊まる部屋は3階にあるので3階に向かいましょう。冒頭でこの動画では3つのお部屋を紹介するというふうに言いましたが、まず1つ目はこちらの部屋。一等室、間室タイプの部屋になります。部屋の中はこんな感じ。中で雑魚寝をするタイプの部屋になります。まずは船内に置いてあるものの紹介から。こちらにはポットとお茶のセットが置いてありました。電源はこんな形で、韓国式のタイプのものと日本式のタイプのもの2つが一緒になっていました。そしてこちらにはドライヤーとタオルやシャンプーなどが一緒になったアメニティが置いてあります。タオルを持ってくる必要がないというのは嬉しいサービスだと思います。そしてこちらには小型のテレビが置いてあります。後でつけてみますが、映るのは韓国の放送でした。そしてこちらには寝具類が収められています。ここから寝具を引っ張り出して床に敷いて寝る形になります。そしてこちらは洗面所になります。中はこんな感じになってます。一応中にもシャワーがあるみたいですが、大浴場も船内に備わっているので、お風呂はそちらを利用しました。続いてはデラックスのお部屋に行ってみたいと思います。部屋はこちら316号室。先ほどの部屋の奥に位置しているところになります。それでは扉を開けてデラックスの部屋の中に入ってみたいと思います。中はこんな感じです。やっぱり一等よりは若干こっちの方が部屋は広いです。ベッドはツインベッド。ベッド幅もまあまあ広いです。そしてこちらには外を見渡せる窓が
2つついてます。そしてこちらは2人掛けの椅子、そして真ん中には何かと便利そうなテーブルがついてます。ここにあるお茶セットは先ほど1棟の部屋にあったのと同じなのかな、ものが入っていると思います。そしてここのドライヤーとタオルセットは先ほど1棟にあったものと同じものがあります。テレビですね。でこちらには冷蔵庫があります。この棚はこちらは先ほど1棟だったところは寝具が入ってたんですが、こちらはただのクローゼットになってます。でこちらが洗面台とトイレになります。で広さはそんなに1棟と変わらない気がします。おお、なるほど。バスタブがあります。1棟の場合はシャワールーム、デラックスの場合はバスタブということですね。これはデラックスルームだけだと思います。ということでデラックスの部屋いかがだったでしょうか。この次に先ほどの間室とは違うタイプの1棟のお部屋もご紹介します。はい、でこちらが1棟の2人タイプの部屋、先ほどのオンドルの部屋とは違うタイプの1棟の部屋になります。大きな違いはベッドが2つ、2段ベッドが、ここに1つ置いてあって、基本的な他の設備は先ほどの3人部屋と同じです。窓が1枚、そしてテレビが置いてあって、ドライヤーとタオルで、こちらにも冷蔵庫はないので、やはり1棟とデラックスの違いが、冷蔵庫と大きな違いは冷蔵庫ということになると思います。このバスルームの作りも先ほどの3人部屋と全く同じです。なので3人部屋との違いは本当にこのベッドだけということですね。はい、ということで1棟の部屋に戻ってきました。なので先ほど見た通りデラックスとの大きな違いは、まずベッド、それから、窓が1個なのか2個なのか、そして、バスタブなのかシャワールームなのかで、最後に冷蔵庫があるかないか、このざっくり4つが、1棟とデラックスの違いのようです。とはいえ韓国に入国する前からもう韓国体験ができるっていう意味では、1棟も結構旅の面白みとしてはありなのかもしれません。泉質の紹介はこれぐらいにして、ちょっと外に出てみたいと思います。外では下関港が一望できるスポットになっています。そしてこちらには墜落注意の看板、確かにちょっと柵が低くてですね、歩いてると若干怖いなっていう感じがしました。そしてこちらはマルチホールということで、開放時間は今日は夜の9時半まで、明日は朝の6時から8時まで。むちゃくちゃ広いスペースがここにありました。何人入れるのかな、結構な人数が入れると思います。こちらは先ほど船内放送で案内があったレストランになります。夕食のメニューはピリ辛豚肉炒め定食、これはプサン発、下関発はキムチチゲ定食、料金は1万ウォンとのことです。朝ごはんもありまして、朝ごはんはわかめスープ定食、こちらは8000ウォン、時間は6時半から7時半の1時間。1階の
フロントの前には自販機コーナーもあります。ビールとアイスとそれからジュース、何でも揃ってます。そして自販機コーナーの反対側には韓国のコンビニエンスストア GS25 があります。見た感じ、韓国市内にあるのと本当に大差ないぐらい何でも揃っている印象があります。ゲームルームは営業中止中。先ほど売店の中覗いてみたんですが、やっぱり何でも揃ってる感じでした。ビールは、韓国のビールはあったんですけど、日本のビールは売ってなかったです。一通り船内の探検を終えると出発の時間になっていました。ということで、定刻通り7時45分に出港をしました。プサン到着予定は朝の8時です。下関の夜景がとても綺麗です。今回はレストランは使用せずに、下関の駅で事前に調達した食べ物で晩酌をしたいと思います。部屋に戻ってテレビをつけると、こちらは衛星放送なのかな、韓国の放送が流れてました。ご飯も食べ終えたので大浴場で汗を流したいと思います。大浴場は夜6時から10時、朝は5時半から8時まで。はい、お風呂入ってきました。そんなに広くないけどちゃんとした大浴場です。で、中にシャンプーとボディーソープは備え付けのものがありました。あと脱衣所のところにドライヤーもちゃんとありました。なんで普通にお風呂入る分には全く問題ないと思います。ここが緩すぎて充電ができないです。ちょっと今更気づいたのですが、この3人部屋、この結構年季の入った座布団の大きい版みたいなものを多分床に敷いて寝る方式なんですけども、これが結構年季が入ってて、それなりに薄いっていうのと、シーツがそもそもないですね。なので気になる人はちょっともしかしたら嫌かもしれないです。と思ったらシーツはフロントに行ったらもらえました。どうやらただ単に忘れられてただけの模様です。おはようございます。時刻は現在7時半。起きた時にはもうプサンに着いてました。で、見てわかる通り、もう港に停泊してはいるんですけど、税関が開くのが8時からということで、この船は一応8時までは船内で待機というふうになっています。言い方によっては追加時間船の中で楽しめるということも言えるかと思います。してこれが船の反対側です。あそこにプサンポートインターナショナルパッセンジャーターミナル、そして背後には高層マンション、あちら側にはちょっと遠いですがプサンの街が一望できます。はい、下船の時間になりました。もう結構な人がロビーにいるみたいです。この日だけなのかもしれませんが、見た感じ韓国のお客さんの方が多いかなという感じでした。ということでプサンに上陸です。船飛号ありがとう。入国審査はすぐ終わってようやく入国です。ここからはいろんな行き先のフェリーがあるみたいです。はい、今入国してプサンの国際ターミナルです。で、ここにはセブンイレブンもあるし、向こうには両替所とかも結構あって、正直プサンのターミナルと比べるとこちらの方がはるかに整ってる感があります。そしてターミナルの外に出るとこの高層ビル群、で
で、プサン駅はすぐ隣にあるみたいなので歩いて向かいます。ターミナルからプサン駅までは歩いて5分ほど。こちらも一本道なので迷うことはほぼないかなと思います。いやー、プサン駅本当に大きいし、ものすごく近代的です。ということで今回の動画はここまでです。皆さん、カンプフェリーの動画はいかがだったでしょうか。このチャンネルでは旅関係の動画をこれからもいろいろ出していくつもりでいます。よければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。